はい、ゆるゆる日和です。今回は借金問題で弁護士相談に行くために法テラスを利用しました。電車を待つ間、腹ごしらえをしているところです。法テラスの弁護士相談をするのは初めてなので、すごく緊張してドキドキが止まらないです。法テラスには10分前に来てくださいとのことだったので、少し早めの電車を待っています。電車が駅に到着しました。電車に乗り込みます。乗車券を取ります。電車の揺れが心地よくて眠くなってきます。発車いたします。ご注意ください。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。この電車は相模川橋行き、相模川橋行きです。次は高井青木脳神経外科形成外科前です。お降りの方は2つのボタンを押しておください。次は天神スカイ通り。法テラス付近に早めに着いたので、どこかで時間つぶしをしようと探しているところです。コンビニで時間をつぶします。法テラスに到着して弁護士の先生とお会いしてお話をしました。
部屋に入り、ローンやキャッシングのことをお話ししたんですけど、相手に私が名義人になってお金を貸していると話したら、ポイントに変えて渡しているのかと聞かれて、いや違います。ポイントじゃなくて現金を渡しているのですと説明しました。その説明までポイントをキャッシングからポイント、ローンからポイントに変えて相手に渡していると思っていたようです。そしてその後によくシステムがわからないとも言われていました。その後相談に行った弁護士の先生は私の相談をちゃんと聞くこともなく、私は事件のことでいっぱいいっぱいだから他の弁護士さんに相談した方がいいと言われました。相談しに行った私に弁護士の先生が事情を言ってくるのかおかしいんじゃないと思いました。そして私の話を聞こうとせず、一方的に自己破産がいいと決めつけ、私が自己破産は最終的なものだから嫌だと言いました。自己破産じゃなくて他にもあるでしょ、種類が。任意再生をしたいですという旨を話しました。任意整理をしたいと言ったんですが、その相談しに行った弁護士の先生は、任意再生だったら債権者が利息分を消してくれるかどうかはわからないと言ったので、絶対消してくれないんですかということを言ったら、いやでも最終的には弁護士が電話をかけたらどこの会社も応じて手数料分とか下げてくれる、ほぼ下げてくれるということを言ってたので、じゃあしてくれないんですか、受けてくれないんですかと思いました。そんなこと言うなら受けてくれたらいいのに。でもその弁護士の先生は、法テラスの中に常駐の弁護士がいるからその人にお願いしたらと言いました。そしてその後も自分はしたくないから任意整理はちゃんと決着がつかないし安心できる材料にならない。自己破産だったらパンと払うことがなくなるような面積が降りてになったり、管財人に渡るところは渡ったりっていうこともあるので、すっぱり、決着がつくからそっちの方がいいとも言っていました。それって自分がこうすぐ終わらしたいからですよね。違いますかと思ってしまいました。そして、自分は受けない、案件を受けないと言った割には質問は他にありますかと言われたので、いや私のこの案件受けてくれないんですよね。受けてくれないなら質問する意味ってありますかねと言って、すぐこういう場ってすぐちゃんと受けてくれるんだと思ってました。いろいろ聞いてくれてありがとうございましたと一応お礼を言って帰ってきました。なんだろう、親身になってくれない弁護士だったな。そして最後もう一つ抜かってましたが、あとは督促の電話とかも来るのでという話をしたら、それだったら電話が来るんだったら自分で解決してもいいんじゃないですか、別に自分で解決したらいけないっていうわけじゃないですよとも言われました。あとじゃあ自分で解決するように電話をして、じゃあ減額はできるんですかということも質問したら、まあほぼ弁護士がやった方がいいでしょうねって言われました。じゃあ受けろよって思いました。でそして催促の電話がいっぱいかかってくるなら、催促督促ですね、電話がかかってくるなら最終的には電話を切ったらいいんじゃないかとも言われました。なんて相談にならない弁護士なんでしょう。30分無料で法テラスを利用したその無料分の1回分返してくれと思いました。なんてちゃんと親身になってくれない弁護士なんでしょう。まあ名前もう覚えて分かってるんですけど差し控えたいと思います。ではゆるゆる日和でした。次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。